電気住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。前回ですね、携帯電話のお話をさせていただきましたけれども、まだちょっとご覧でない方はですね、携帯電話のお話を見てから、今回こちらを見ていただく方が話が分かりやすいかなというふうに思うので、まだご覧にない方はちょっと一度見ていただいてからこちらをご覧いただけたら嬉しいなと思います。そしてですね、前回見ましたよと言ってくださる方はちょっとやきもきされてたと思うんですけれども、今回で、この事件のお話すべて解決しますので、今回で安心してご覧いただけたらなと思います。実はですね、女性の携帯電話の事件、事件は今から25年、30年ぐらい前の、お話なんですけれども、それがですね、最近になって、この女性が私にこのお話をしてくださったんですけれども、なぜそんな昔の話をしに来られたのかな、そして今になってその話をされるのはなぜかなと思ってたんです。実はそれには深い理由があったんですね。この女性ですね、実はその後、とあるところでご結婚をされまして、お子さんを授かられて、お子さんが小学生に上がられて、で PTA に入られて、ママ友というんですかね、お友達もたくさんできて、みんなで和気あいあいとされてた。そうしますと、その PTA で一度みんなで集まってバーベキューでもしない、そんな話になって、で皆さん PTA の人集まってバーベキューをしたり、お子さんを集めていろんな催し物をしたりと、非常に皆さん仲のいいグループができたそうなんですね。そしてある時ですね、バーベキューを夏場にしながら、みんなでご飯をいただきながらですね、いろんな話をしてる中で、とある方が私実はちょっと日も暮れてきたし言うけど怪談話が大好きだ、そんな方がおられたそうなんですね。そしてそこでは私の話も出たそうなんです。三木住職の怪談説法を聞いてるとか話が出てですね、三木住職がこんな怪談してたよなんてことを披露されるんですね。そして順番にちょっと私も不思議なことがあるから聞いて、なんとなくみんなで怪談大会みたいになったそうなんです。中にはお子さんで怖がる人もいるので、怖がる子はどっか行ってなんて話をして、そして怖くないよというお子さんを、集めてまたいろんな方が順番に話していく中で、この女性がなんとなく自分が怪談話当たったら嫌だなと思ってたら、ちょっとなんかない?そう声をかけられたそうなんです。で、いやないないって言いながらも、実は以前にその携帯電話の事件がありましたんで、一回ぐらいお話ししてもいいかなと思って、ふとちょっとその場の勢いで、実は今からもうだいぶ数十年前の話なんだけどって言って、事件の話をされたそうなんです。そして携帯電話を取ったらなんて話をずっとすると、もう PTA の方たちとかがもう本当に怖がって、そんな経験したの怖いなんて言って、ちょっと不謹慎かもしれませんけれども、受けたという状態になったそうなんですね。そしてでももう今回でこの話はもうあまり思い出すのは私も怖いし、もうやめとくねって言って、その場では終わったんですね。それからまた数ヶ月越して、自分のお子さんが友達を連れてくるわけです、家に。そして何人かのお友達をわーっと囲っていろんなことで遊んでるんですけれども、そんな中なんとなく息子さんが、そういえばなんか怖い話になった。子供同士でお互い持ち寄った怪談話みたいなのわーっと始まったそうなんですね。で、怪談話してるのかと思いながらお菓子を持っていくと、このお子さんがですね、そういえばママすごい怖い話持ってるよね、そう言ってきた。で、いやもうママの話はいいからそう言うんですけれども、ねえねえその話してよってすごくせがまれたそうなんです。そして子供さんにこんな話をするのもどうかなと思いながらも、もしおばちゃんの話が怖かったらもう耳閉じててねとか、もう途中でやめてって言ったらやめるからねって言って、この携帯電話の事件をそのお子様に披露されたそうなんですね。そうしますと、痛い痛いっていう話のところなんかはもう非常に子供さんが怖がって、聞きたくないって言うんで、じゃあ途中でやめようかって言うんですけれども、いやいやでも最後まで聞きたい。そういうのでまた話を続ける。そうすると子供たちも怖いながらもずっと聞いてくれる。
で、まあ一連の話をし終わって、まあそんな話がおばちゃん経験したんやけど、そう言いますと、一人の男の子が急に、ねえねえ、大きな声でそう言ったそうなんですね。で、どうしたの？そう聞くと、ねえねえ、どうしたの？ねえ、よく覚えててくれたね。突然そう言うそうなんですね。で、冗談で言ってるのかなと思ったら、よく覚えててくれたね。まだ覚えててくれたんだ。低い男性の声でそう言うそうなんです。なんとなく記憶が蘇ってきた。最後にお話ししたあの男性のまさに声だったように感じたそうなんです。そして、〇〇くんどうしたの？そう言うと、その男の子は、いやー、まだ覚えててくれてるとはすごく嬉しいよ。でもね、あの事件、あなたのせいじゃないからね。そう言って男の子急にスッ、眠ったように下を向いたそうなんですね。周りで見てたお子さんも、〇〇くんどうしたの急に慌ててる。そうするとその子パッと目を覚まして、どうしたの？そう聞いてくる。いや、どうしたのも何も今、なんかまだ覚えててくれたとか、あなたのせいじゃないとか言ったよねって言ったら、僕そんなこと言ってないよ。おばちゃんの話聞いてただけやけど。そういうそうなんですね。全く記憶にない。ただ、この時に集まったお子さんが10人近くおられたそうなんですけれども、10人のお子さんもその現象を完全に見てられる。ですから自分の思い過ごしではない。あの男性はまだいて、そしてこの子の体を借りて私にメッセージを。まだ覚えててくれてありがとう。そしてあなたのせいじゃないよ。そういうふうに言ってくれたとこの女性おっしゃるんですね。そして私のところのお寺へ来てですね、私あの時には素人ながら手を合わして、その男性の冥福を祈りましたけれども、今回は正式にお寺の方でちゃんとした供養をしていただきたいんです。そう言って訪ねてきてくださったのが、事の顛末なんですね。私は一応ですね、その交差点で起こった事件をいろいろ八方尽くしまして、その事件があった時の新聞記事や、近所の方の聞き込みで、この男性が特定できまして、お名前やお戒名が分かったので、その女性と共にですね、お戒名で当場供養をして、差し上げたという話でございます。その後、この女性のところには不思議な、現象はないそうなんですけれども、なんとなくですね、この女性、長らくあの男性に恨まれてるんじゃないかなということもうっすら感じながらも、ついついですね、その場の空気でですね、怪談話を披露したことで、今回に至ったわけですけれども、このお話くださった女性ご自身はですね、非常に不謹慎なことをしたというふうにおっしゃってましたが、私はね、そうだとも言い切れないなと正直思うんです。この男性のこのお話、もちろんお亡くなりになられたことは非常にご遺族の方、ご家族の方には、悲しい出来事ですし、この女性にも、心の傷に一つなるんだろうなとは思うんですが、この男性が今ももうあなたのせいじゃないよ、よく覚えててくれてありがとうと思うぐらいに、思ってくださってるんだと思うんですね。そしてなんとなく悪いことをしたなとこの女性が思われてたそのお気持ちも、ご自身でなんかそういうものを起訴さすようなことがあったのかもしれませんが、これをご覧の皆様が、実はお亡くなりになられたその原因がもし自分にもあるんじゃないかなということがあるかもしれません。例えばですけれども、私のところにお手紙やお電話いろいろ DM とかいただく中にですね、これ返事くれないと今からもう自分は自ら命を絶ってもうしまうと。その時に遺言の中に三木住職は何もしてくれなかったって書くからなって言って必ず返信してくれっていう風なお手紙もいただくんですけれども、そのお手紙をいただくのがですね、私が開封するのがもうほとんど京都におりませんので、いろんなところ公園回った後帰ってくると段ボールで結構もう山積みになってまして、順番に見ていきますので、古いものであれば1年前のお手紙を、つい最近広げるというふうな形になったりするぐらい、ちょっとなかなか返信に追いつかないので、
もしかするとこの方が自らそういう遺書を書いてね、お亡くなりになってたら私の責任かなと思うこともあるんですが、ただですね、どうしても私は体一つですし、でこの女性も、届けてくれるという携帯電話を届けてくださるということで、特にそんな事件につながるとはもちろん思って、られなかったでしょうから、悪気はお互いない中で、責任を感じたり、恨みがそこで発生したりっていうことがあるのかもしれませんが、でも不可抗力の場合はですね、どうしても罪に感じても私は致し方がない。それはもう致し方がないことだなと私思います。それよりも大切なのは、お亡くなりになられた方の供養をやはり私たちはしなくちゃいけないということですね。よく最近はもうご家族の間でもですね、もうお葬式をせずに直葬しますって言って、供養を一切せずに、もうお墓の中に収めてしまわれたり、することがありますけれども、決してそれは私は良くないなと思います。なんかこれを言うと、お坊さんがお葬式をしたいがためにそう言ってるのかと思われるかもしれませんけれども、決してそういう意味ではなくって、お亡くなりになられた方に対しては、やはり生きてる人間が手を合わせるっていうのは、生きてる人間の私は一つの義務だというふうにも思いますので、どうかですね、どういったお亡くなりになっても、手を合わせて供養していただけたら嬉しいなというふうに思います。ということで、本日は怪談説法これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。